まるで麺のない焼きそば、ソース野菜肉巻きというレシピでございます。だから焼きそばの味なわけですよ。でも炭水化物はちょっと抜いた方がいいかなみたいな時のレシピです、これは。で、外側は片栗まぶしてしっかりとソースの味絡んでるんでしっかり味してます。でも中はすごいさっぱり、味しっかりだけど食べると軽い感じ。麺なし焼きそばだわ、本当に。これちょっとここにいる人たちはみんな後で1個ずつ食べてください。皆さん明けましておめでとうございます。本年2023年もどうぞよろしくお願い申し上げます。2023年一発目のレシピはですね、ソース野菜肉巻きというレシピでございます。数年前、去年かな、お正月明けておせちに飽きたら焼きそばもねって言ったのは去年ですかね。一昨年でした。やっぱり僕はですね、おせち料理に飽きたらソース味が食べたいんですね。でも炭水化物はちょっと抜いた方がいいかなみたいな時のレシピです、これは。わかりますか？深いです。深いですよ。はい。まるで麺のない焼きそばみたいな感じになる簡単な肉巻きですね。ではソース野菜肉巻き材料紹介ですね。豚ロースしゃぶしゃぶ用のお肉、ピーマン、もやし、味付けがですね、塩コショウ下味して、ウスターソース、オイスターソース、中濃ソースでサラダ油で焼きますが、やっぱり野菜でさっぱりしすぎちゃうのでちょっと味はしっかりめに絡めたいわけですよね。だからそのために片栗粉まぶして上から青のりと削りガツをかけて食べるというね、はい、あっさり食べれる麺のない焼きそば。ピーマン2つに割ります。割ったらなんか種抜いて、もやしってねちょっと余ったりしませんか？食べきれずしません？でもおひたしとかにするには1袋だとおひたししたってこんぐらいにしかならないからちょっと足りないなみたいなことあるんですけどね。僕はありません？あります。そういう時にいいですね。で作るのもそんな面倒くさくないし。はい、これでピーマンできましたね。そしたらもうあとは簡単でございますよ。お肉を1枚2枚広げて、でちょっと互い違いにこっちが薄いでしょ、はい、こっちがだから分厚いの乗っけて、はい、こういうこと。そしたらもやし適当に揃えてこの空洞に乗せて、あと巻くだけです。要は鍋肌に触れない状態になるわけですよ。もやしが水分をすごく内包したまま火が入るんで、すごいさっぱり食べれるけど周りのお肉はしっかり味だぞっていう。これあとね、ピーマンを細切りにすりゃいいじゃんと思うんですけど、だってピーマンももやしみたいに千切りして巻いちゃった方が多分簡単じゃないですか。細切りにするとその分当然ピーマンも火入れされたら水分抜けていくわけですよ。そのピーマンの水分も抜きたくない。巻き終わったらお肉に下味をつけていきます。まずお塩、で胡椒、片面でもいいかな。はい、そしたら最後に片栗、ざっとでいいですね。味が絡めばいいのに完全に真っ白にするって思わなくていいですね。もうざっとバッてやってもうコロコロって転がすぐらいでもいい。こんな感じですかね。ではフライパンに油をひいて火つけます。でピーマンがボード状になってるので、そのボード状のそのピーマンの外側の面が一番火通り悪くなりますよね。だからその面から焼いていきます。油温まったら引いていきます。必ずピーマンの下の部分が当たるようにですね。はい。で蓋。中火3分。この間に調味料合わせておきますね。だから焼きそばの味なわけですよ。ちょっと濃いめな。
でウスターソースで、これで準備 OK ですね。そうね、なんかやっぱりここ最近思うのはですね、代謝が落ちたなっていうことがまず第一ですかね。家をジムみたいにしようと思ったら案の定ぶら下がり棒の懸垂器ですねが高等加減になってますね。当たり前ですよね。なるって分かってたのに。コートの横でだから懸垂したりしてコート邪魔だなと思いながら。はい、3分経ちました。じゃあ裏返していきます。はい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 、こんがり、はい、こんがりよ。じゃあ蓋閉めます。2分です。じゃあそろそろかな。2分経ったかな。ちょっと様子見ます。はい、いいと思います。はい、両面ともね、焦げ焦げになりました。そしたらここにさっきの合わせ調味料入れます。で、火止めます。で、あと煽ります。完成です。で、盛り付けていきます。ほら、もうソース焼きそばの匂いでしょ。当たり前ですよね、ソース使ってるから。でもなんか野菜もソース焼きそばに入ってる野菜だからソース焼きそばの匂いでしょ。ほいでここにかつ節、青のり、完成です。じゃあ出来たていただきますよ。熱々ですからね、やけどしちゃうかなこれ。で、外側ほら茶色で味しっかりついてそうですけど、中は味入ってないわけですよ。だからすごいさっぱりするはず。いただきます。うんうん、あら美味しいわ。で、外側は片栗まぶしてしっかりとソースの味絡んでるんでしっかり味してます。でも中はすごいさっぱり、味しっかりだけど食べると軽い感じ。麺なし焼きそばだわ本当に。これちょっとここにいる人たちはみんな後で1個ずつ食べてください。こんな何でもなさそうな感じですけど、水分のある野菜をしっかりとその火入れする方法と、あと味の強弱を考えるとこんなに単調な調理でも美味しくなるんだっていうことのなんかいい例だと思いますね。はい、ごちそうさまです。